はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、こちら、ナコンレボリューション5 Pro をレビューしていきたいと思います。結構ね、皆さん、このコントローラーのレスポンスカーブが知りたいよっていう方が多かったね、コントローラーになります。PlayStation 5対応のね、公式認定コントローラーということで、PlayStation 5でね、プロコン使いたかったらこういうね、選択肢が意外と少ないですね。あと、もう一つはビクトリックスとかかなとかですね。一応レイザーからも出てますけど、かなりね、選択肢が少ない中の一つのコントローラーってなってますね。発売自体はだいぶね、もう2023年12月っていうことで、ちょっとね、前のコントローラーにはなってしまうんで、最新コントローラーと比べると劣るところっていうのもだいぶ出てきてるかなと思うんですけど、まだまだ現役で使えるコントローラーだったかなっていうところですね。細かくね、遅延とかレスポンスカーブ、リニア化みたいなところもやっていきたいと思いますので、サクッと見ていきましょう。はい、そしたらね、モノルの方で、スペックサクッと見ていきたいと思います。カラー展開はね、ブラック、カモグリーン、カモブラック、カモホワイトっていうね、5色展開になってます。このね、カモ色っていうのはつい最近追加されたばっかりですね。で、対応機種は PC と PlayStation 5、Mac にも対応してます。PlayStation 5のね、オフィシャルライセンスプロダクトになっているので、実は PlayStation 5のコントローラーってね、純正コントローラーって Mac に対応してるんですよね。地味に私はこれが嬉しくてですね、Mac で GeForce Now で遊ぶときっていうのはね、Mac 対応のこのプレステのね、コントローラーがかなり役に立ちますね。あと公式認定コントローラーで、有線接続、無線ドングル接続の2つに対応してます。一応 Bluetooth 機能はあるんですが、これは Bluetooth オーディオのみの、対応になってますね。で、ホールエフェクトスティックを搭載しています。スティックの重さは 60g フォースで、標準的な重さでとても使いやすいね、ちょっと軽めのね、重さになってます。背面4ボタンついていて、遅延の値っていうのはこういう値でしたね。またこれは詳しく後で見ていきます。有線、無線ともにポーリングレートは 250Hz。で、レスポンスカーブはね、計測しましたがノンリニアでした。本体重量は 307g ということでした。価格はね、現在、ノーマル色ブラックホワイトは 31,990 円で、カモ色に関しては 33,990 円っていう価格でした。かなりね、高級コントローラーですね。はい。プレイステーションのね、公式認定コントローラーは基本高いですね。じゃあ、中身ね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、これね、実は中古でメルカリで購入した15,000円かなんかそのぐらいで購入した製品なんで、USB ケーブルが入ってないってことですね。はい。なのでこの辺の中身についてはサクッと見ていこうかなと思います。はい。ね、ケースがついてます。頑丈なケースですね。旅行先に持っていくの便利かなってね、プロぐらいしかしないと思うんですけど、はい。もちろんね、公式認定コントローラーなんで、プロもね、これを使って、遊ぶことができますね。遊ぶっていうかね、プロもこれ使えるコントローラーですよね。はい。で、USB ドングルがついてました。はい。こんなね、ナコンの、しっかりした、ね、なかなかおしゃれで、機能性も抜群な無線ドングルです。これね、実はかなり使えるんで、重要ですね。で、はい、本体ですね。今これね、多分、もともとこういうスティックで、へこみ型とね、凸型の、左に凸型、左がへこみ型みたいな感じになってたんですけど、これもしかしたら、最初は違うのかな、両方へこみなのかな。本体はね、パッと見の印象はね、結構でかいです。結構っていうか、かなりでかいです。ちょっと大きめかなっていう感じはします。ちょっとね、比べてみますか。その前にこれちょっと見ておきたいと思うんですけど、例の筋トレ用の重りがついてますね。コントローラーでなんでこんな重りをつける必要があるのかよくわからないってやつと、あと、スティックの軸周りにこうやってね、制限をかけるためのリングがついてます。はい。あとはね、もともと多分ついてたであろう。すごいこれあれかな、ショートな凸型スティック。そうでもないか。普通の、このね、柄が違うタイプの、へこみ型のスティックがついてますね。普通のね、こういう柄付きのタイプのね、こっちにしとこうかな。なんかこれね、滑るから。こうしとこう。で、ちょっと高さを増やした
ね、凸型スティックがあります。まあ、フリークでいいんじゃねみたいなとこある。はい。で、これがもう一個の凸型スティックですね。なんで、長さ違いっていうと、ドーム型の凸型のね、スティックが2つと、へこみ型2つ、凸型2つって感じですね。で、十字キーの替えがついてますね。はい。格ゲーやる方にはこっちの方がいいんじゃないかなっていうね。で、実際私格ゲーやったりもしてみたんですが、おそらく、これどうやって外すのかが問題ですよね、これ。こっち側に乾燥しちゃいたいと思うんですけど、これをね、外すのが難儀です。ツールがないとかなり外すのは厳しいんじゃないかなって思いますね。これでも外れんな、これ。どうやってこれ交換性って言うんだろう。これでも外れないか。ちょっと傷むかもしれないですけど、金属製の。はい、外れました。こういうツールがね、用紙みたいなツールがあれば、外すことができますね。で、こうやって入れ替える感じかな。あ、これでいいんだ。こういう向きか。はいはい。あ、こっちの方が多分格ゲーはやりやすいかもしれないです。実はこの十字キー、普通の十字キーでね、格ゲーやってたんですけど、まあ、いいでしょう。付属品はこんなもんですかね。わざわざね、重りが入ってるのがナコンの面白いところですよね。もうね、これいらないんで、安くしてくれって感じなんですけど。はい。で、大きさの比較をしてみたいと思います。これね、デュアルセンスエッジです。やや大きいですね。まあ、明らかに大きい気がするな。はい。ね、上から見るとこんな感じ。横から見てもこんな感じ。下から見るとこんな感じですね。一回り大きいかなって感じがします。なんかね、グリップ部分が太くて、なんかギュッて握り込むっていうよりか、こう横からこうやって、横からこう押さえて、支えて、こう上に乗っけるっていう感じの持ち方になりますね。デュアルセンスエッジはね、ちょっとグリップがナコンのレボリューション5プロより細いので、ちょっと握り込んでる感じっていうのがあるんですけど、こっちはね、握り込むっていうよりかは乗っけるって感じですかね。なんで、まあでも、持ちやすさは割といいんですけどね。そんな持ちづらいって感じではないです。これベーダー4 Pro ですけど、ベーダー4 Pro と比べるとまあ明らかにね、大きいなってのがわかると思います。はい。まあ特にね、このね、幅がちょっと、上の幅が割と四角形に近いようなね、フォルムになっていて、すごく大きい感じがしますね。まあ、そこはね、結構ちょっと持った感じ、でかいって思いました。はい。で、ここね、このコントローラーは PC につなげるときでもね、PC モード、PS5 モード、PS4 モードっていう3つのモードを切り替えることができます。で、背面4ボタンなんですけど、この配置がね、またちょっと特殊で、よく使う場所には2つの背面ボタンがとても押しやすくてね、いい位置にあります。で、ここに背面のもう2つがあります。なんでね、ここはね、意外とね、この配置っていうのは良かったですね。私が使った感覚ではこれすごく、この背面ボタンの配置は良かったです。はい。ベーダー4 Pro の背面4ボタンの配置っていうのはこういう形でね、わざわざここにね、指をこう持ってるのをこう伸ばして押さなきゃいけないんですけど、そういうちょっとしたひと手間っていうのが必要なくて、かつ、あんまり誤爆しないですね。さっき言ったようにね、こう上に乗っけるような感覚で持てばね、ここはギュッてね、握り込まなくていいんで、こういう風に上に乗っけた状態で、押したい時だけギュッてこうやってね、薬指とか小指を握り込むと、このボタンが押せるっていう、そういう背面ボタンになっていて、私はね、すごく押しやすかったです。まあ、こういうね、レイザーウルバリン V3 Pro みたいな、こういうね、押し方のやつだと、こう薬指だけで押す感じになりますけど、ちょうどいい感じの場所に、中指で上側の背面ボタンを押して、薬指とか小指でギュッて握り込むと押せるっていう。この背面ボタンの配置は全然ありだなって思いましたね。はい。まあね、この3つの中でベストな配置っていうのはやっぱり私はこれがレイザーのね、ウルヴァリン V3 Pro トーナメントエディションの配置が好きですけど、これも割とそれに次ぐぐらいいい配置だったと思います。はい。はい、まあ細かい話はね、あとはオーディオポートがついてるよとかね、オーディオのプラスマイナス音量が調整できたり、Bluetooth オーディオがついてたりとか、プロファイル調整機能があったり、あと大事なのが、トリガーストップですかね。これが通常はこれだけね、かなり大きめのストロークがあります。
はい、トリガーストップをオンにするとこのぐらいになります。ちょっとややトリガーのストロークはね、トリガーストップつけてもちょっと大きめかなとは思いますね。はい。というところですね。気になる方は L1、R1 押しで射撃、エイム射撃でね、やればいいかなっていうところですかね。ABXI ボタンはメンブレンで、背面ボタンはね、オムロン製のマイクロスイッチになってます。すごくここの押し心地はいいです。背面ボタンは本当に素晴らしいコントローラーですね。はい。あと LB、RB はこれメンブレンかな。いや、タクトスイッチですね。はい。LB、RB がタクトスイッチ、L2、R2 は普通のアナログトリガーっていう感じですね。他の部分は全部タクトスイッチになってます。そしたら、見ての通りですけど、手汗がすごいね。手汗がすごい残るような感じがするっていうのもちょっと嫌なところであります。そしたらね、遅延測定やってきたので、そちらの方を見ていきましょう。遅延測定の方は、全部ね、コントローラーを分解して中の基板を、取り出してですね、ボタンのところに、電子回路を接続して、で、ボタンをね、回路の方から押して、で、PC の方でね、実際に入力された値が、来るまでっていうのをね、計測するっていう方法ですね。ソフトウェアとかはね、ゲームパッドラさんが、公開している GPDL っていうね、ソフトウェアを使ってやっています。かなりね、今現状出ている方法の中では正確に遅延が計測できると思います。計測は PC、PS5、PS4 それぞれのモードで、有線と無線、それぞれね計測しています。はい、それでこれがね遅延の計測結果になります。ですね、いっぱいねグラフがあってちょっと分かりにくいと思うので、まずはよいしょ、ケーブル接続から見ていきますかね。ケーブル接続の結果はこれ有線ケーブル、有線接続ですね。でこれが PC モードですね。PC モードの場合で平均がだいたい 8.08 ミリセカンドっていうことでした。PS4 モードの時は、9.1 ですね。9.1 ミリセカンド。PS5 モードの時が 10.06 セカンド、ミリセカンドということで、PlayStation 5モードの時が一番遅くて、その次 PS4、PC ってね、PC モードが一番早いっていう結果になりました。多分ですけど、PS5 モードの時はね、何らかのね、やっぱ高機能な分、オーバーヘッドが乗っかっちゃってるのかなっていうところですね。で、すべてね、ポーリングレートは 250Hz なので、ね、こんなもんなのかなっていうね、世代的にも1年ぐらい前ということでね、まあまあ、ちょっとね、遅めではあるんですけどね。で、ドングル接続の方を見ていくとですね、これがなかなか速くてですね、はい、PC モードが 8.39 ミリセカンド、PS5 モードが 10.4 ミリセカンド、PS4 モードが 9.17 ミリセカンドということでした。有線接続と比べて全然ね、差がなくてですね、例えば PC モードの有線接続でとドングル接続の比較がこのグラフになるんですけど、もうほとんど差がないですよね。実際ね、無線ドングル接続でずっと使ってたんですけど、全くね、問題なかったです。有線接続との差っていうのもね、全然感じなかったので、このね、コントローラーに関してはね、さすがに PS5 対応のコントローラーっていうだけあってね、無線で全然使っていけるコントローラーっていう感じがしました。はい。で、ポーリングレートの方もちょっと見たいんですけど、ポーリングレートね、PC モードはちゃんと 250Hz 出てたんですが、PS5 モードがちょっとね、ポーリングレート遅くなっちゃって 150Hz とかね、176Hz っていうことで、このあたりがちょっとね、気になりました。何らかのやっぱりオーバーヘッドが相当乗っかってんのかなっていうところがね、あるのかなっていうところですね。で、実はね、PS5 モードに関してはね、有線ケーブル接続よりも無線接続の方が早いっていう結果になりました。このあたりね、ちょっと不思議な感じであるんですけど、あくまで平均で早いっていうだけでね、ほぼ誤差って感じですよね。はい。そんな、遅延計測の結果となっています。まああれですね、この横幅っていうのもちょっと広くてね、まあさすがに、この1年間ですね、コントローラーものすごく速くなったので、この1年前っていうことを考えるとね、まあこれは平均的な値かなっていう気がします。
で、分解した時についでにスティックまでね、取り出してみたんですが、ナコンレボリューション5 Pro に使われているスティックは、このようにですね、軽シルバー製のスティックがね、使われてました。側面にはホールって書かれていてですね、ホールエフェクトスティックであることがわかります。はい、そしたら射撃訓練場に来ました。デフォルト設定でね、FPS プロモードっていうデッドゾーンを0にする設定を入れてますね、左右両方とも。で、感度カーブとかはね、いじってない状態です。で、左スティックだけ感度プラスっていうね、アウターデッドゾーンの形を変えるモードを入れてます。はい。あと、ドリフトをチェックすると右下に結構ドリフトしてますね。はい。私の個体は結構ね、右下にだいぶドリフトしてるかな。はい、そういう個体になっちゃってるようです。再キャリブレーション機能っていうのは探したところ見つけられなかったので、ドリフトガチャですよね。をやるしかないっていうコントローラーにはなってるのはちょっと残念なところですね。たらね、まあ打っていきたいと思うんですが、もうすでにちょっとね、低感度な感じがしてます。僕がアップグレードを選んで、アップグレードが僕を選んだんだ。はい。打ってみましたが、まあ確実に低感度ですね。ただね、スティックの感触っていうのは悪くなくて、遊びもね、このぐらい。遊びもちゃんとあって、スティックのね、通し加減っていうのは割と悪くない感じがしますね。ただまあ低感度ですね、明らかに。割とね、低感度な中でも比較的、なんていうんですかね、スムースなカーブの方の低感度だと思います。中率だけ極端に下がってるっていうタイプじゃなくて、まあ、緩やかな曲線のタイプのね、スティックかなっていう、低感度かなっていうふうに思いますね。まあちょっとね、このままじゃ私は使いこなすことができないのでですね、レスポンスカーブ測ってリニア化っていうのをやっていかなきゃいけないかなと思いますね。はい。で、レスポンスカーブの計測はね、今回も前回に引き続きマイクロメーターを使ってですね、かなり正確に、計測をするようにね、やってみました。中立位置っていうのの、割り出し方っていうのは相変わらずね、このゲームパッドテスターでなるべくね、0に近いところっていうのを中立位置としています。どうしてもこのやり方以上にね、中立位置を正確に割り出すっていう方法がね、まだ見つかってないですね。まあまあ、でもそれでもね、かなり、このやり方で、計測したレスポンスカーブっていうのはね、リニア化とかやってみてもね、正確にある程度は割り出せてるかなって思います。はい、それでこれがね、ナコンレボリューション5 Pro のスティック感度カーブのグラフになります。横軸がスティックを倒した距離で、0が中立になってますね。で、縦軸がゲームへの入力値になってます。感度プラスをね、オフとオン両方で計測してみましたが、全く同じグラフが得られたのでですね、感度プラスっていう機能はね、完全にアウターデッドゾーンの形をね、斜め方向のね、形を四角形にするっていう機能だということが分かりました。はい、一応ね、シーンエンドチェックの方もやっておきたいと思います。はい、左側が感度プラスオン、右側が感度プラスオフです。見ての通りですね、0.0% ということで、感度プラスオフの方は完全に深淵に近いです。で、感度プラスオンの方に関してはですね、56% ぐらいでマーク3当てされなくなるようなかなり強めの仕掛けになってます。ハンドプラスはね、割と癖強いから、まあ使うなら左スティックだけにしておいた方がいいのかなっていうのは個人的なあれですけど、まあまあそこはね、好みで、どっち側でね、ハンドプラスはオンオフどっちで使ってもいいかなっていうふうに思います。でね、このようにですね、やや低感度で、まあスムースなやっぱりね、カーブを描いているタイプの、低感度なカーブっていう風になってますね。K シルバー製のね、最近まで出てるね、ホールエフェクトスティックだとこういう風なカーブになるのは仕方ないかなっていうところですね。なのでね、まあこれも、リニア化っていうのをね、設定をやってきました。その設定方法についてこれからね、解説したいと思います。はい、リニア化設定をするにはまずね、PC の場合はね、PC に接続してですね、この、Revolution 5 Pro アップかなっていうね、名前のアプリをね、ナコンのウェブサイトからダウンロードしてきてですね、で、このね、裏面にある接続モードを PC から PS4 か PS5 のどっちかに変更します。
はい。そしたらね、この画面が切り替わってですね、このような画面になりますね。これで設定が可能になります。まあ PC でね、一応これアップデートがされていて、最新バージョンのね、ファームウェイに多分なってると思います。中古で買ったんですけど、最初からこの状態でね、アップデートはクリックできなければね、なんかこのマークついてるんでクリックできるのかなって最初思ってね、あれ本当にこのバージョン上がってんのかなって思ったんですが、ちゃんとね、これクリックできなければファームウェアのアップデートはされてるっていうことみたいです。で、PC のね、このスロットってとこを、開いてですね、で、プロファイルの編集からスティック、方向キー、で、スティックですね、左と右ね、両方設定したらいいと思うんですが、この値です。左が、ポイント1が10の 0.16、右側のポイントが、ポイント2がね、66の 0.84 っていうね、こういう値を設定します。これでリニア化ができます。左側も同様にね、設定してあってですね。で、設定に関してはね、他の設定っていうのは FPS プロモードを入れて、デッドゾーン0にするぐらいかなっていうところですね。左スティックは私は好みで感度プラス入れてます。右スティックはね、感度プラスオフっていう設定で使ってますね。はい、それでリニア化後のレスポンスカーブっていうのはね、このグラフのようになりますね。赤い線の方がリニア化後のレスポンスカーブになります。かなりね、リニア化できたかなっていうところなんですが、まあ、ややね、ずれてるところがちょっとあるっていうぐらいですかね。誤差の方のグラフを見るとですね、はい、こちらが誤差の方のね、グラフになるんですが、まあまあ、かなりリニアに近づけられたかなと思います。この辺のね、細かいところの、ズレっていうのはですね、このステップ精度の問題がちょっとあってですね、ずれてますけど、実際ね、まあ、この辺っていうのは比較的こう、緩やかな、実際の線はね、もっと緩やかになってるはずでね、まあまあ、比較的うまくリニア化できたかなっていうんで、まあね、かなり実際このリニア化したナコンでね、遊んでみたんですけど、かなりうまくいってると思います。はい。でね、レスポンスカーブって結構ね、見た目が誤差が、というか見た目がね、その違いがわずかなので、その大した違いがないだろうっていう人も中にはいるんですけどね、実際はこんな風に 40% とかね、感度が落ちてるんでね、相当ね、これ影響でかいです。40% って、まあ、要はね、2倍倒さなきゃ同じように、画面が動かないってことなんでね、こっちのね、誤差のグラフの方を見るとね、どれだけ大きな差があるかっていうのがよくわかるかなって思いますね。こっちのグラフだとね、あんまり差がないように見えるんですけどね。そしたらね、リニア化したね、ナコンレボリューション5 Pro で射撃訓練場行ってみたいと思います。はい、そしたら、リニア感度に修正したですね、ナコンレボリューション5 Pro で打っていきたいと思います。はい、ちゃんとね、リニア感度っぽくなってるかなと思いますね。ちょっとね、ほんの少しですけど、感覚的には、中立付近ちょっと高感度かなっていう感じはします。なので、設定今10の 0.16 ってやってますけど、ここね、15、14とかね、ちょっとだけ下げてあげてもいいかもしれないですね。その辺はね、感覚的に一番合うやり方をやってもらったらいいかなって思います。エイムアシストの感じがね、ちょっと、このコントローラーはやっぱり特殊で、なんか、こう、かなり強くかかる感じがするんですよね、やっぱり。で、遅延の方も影響してね、ちょっとね、スティックの操作感っていうのが割と独特かなっていう気がするので、こう、遅れる時にね、遅れちゃうと結構、取り戻すのが大変みたいなところがちょっとあるんで、ややね、中立付近、このぐらい高感度でも扱っていけるかなとは思うんですけど、ちょっと難しいよっていう方はね、感度下げてもいいかもしれないです。この辺はね、このコントローラーのちょっと特徴に合わせた修正っていうのが必要かもしれないですね。一応ね、数値上は、ちゃんとリニアにはなっているかなっていうところで、操作感もかなりね、リニアに近くはなってるはずなんでね。なんかね、妙な感じなんですよね。まあ当ててはいけるんですけどね。なんでか知らないけど、
なぜか高感度な感じがするっていう不思議な、何なんだろうな。感覚的にはかなり近いですね、やっぱり。はい。やっぱりそうですね。エイムアシストの感じがちょっと独特かなっていう気がします。ただね、強くは感じるのでね、決して弱いっていうわけではないかなっていうか、むしろちょっと強いかな。戦闘ではね、割と強い。特に近距離戦はかなり強いコントローラーな気がしますね。はい。というわけでね、実際に、リニア化したナコンで、ランクの方を回してきました。はい。全くね、問題なく使えてます。ちょっとね、もう乱戦中の乱戦っていうか、もうね、本当に今のこのプラチナ帯のランクはもう、漁夫に次ぐ漁夫っていう感じですごいんですけど、もうね、まともに落ち着いて、戦闘するっていうことができない状態でね、これ多分3パーティーぐらいいるんですけどね、なんかここにもね、ちょっと外に出たらいるしみたいな感じですよね。これでなんかこの辺から足音したって言ってみたら2人いるしっていうねとんでもないです本当に。まあでもね、この戦闘はいい感じに全パーティーを倒すことができてね、よかったですね。まあちょっとエイペックスはね、あんまりできなくてですね、今回はいい映像が撮ることができなかったんですけど、全くもう問題なく使っていくことができました。でね、コールオブデューティの方、つい楽しくていっぱいやってしまいましたっていうことでですね、Apex よりコールオブデューティをやってる感じになっちゃったんですけど、コールオブデューティは本当楽しいですね。このコントローラーにしてからなぜかすごく連キル取れるようになって、すごく良かったです。本当に良かったですね。まあちょっとね、だいぶ遊んでる時間が増えたっていうのもあってですね、自分のスキルが上がってきたっていうのももちろんあるのかなっていう気はしますけどね。これが今はコールオブデューティー内の感度はリニアの 0.0 かな。リニアの傾斜値が0みたいな感じでやってたはずです。なんかね、パッとね、自分がエイムしてないところから狙われてもパッと振り向いて、倒すことができたりっていうシーンも結構あってですね、割とそういうねところはリニアの強みかなとは思うんですけど、細かいねエイムっていうのはやや難しくはなってしまいます。さすがにね、ダイナミックよりもリニアの方が感度は確か高かったはずなんで、これに慣れることができれば強くなれるんじゃないかなみたいな感じでやってるんですけど、エーペックスのね感度との差も小さいはずなので、コールオブデューティーもねリニア感度でやってて、どんだけお前リニア好きやねんって感じになってるんですけど、ここで5キル6キルくらい連キルできたかな。こういうシーンがね、こういう戦闘できると本当楽しくなってきますよね、コールオブデューティー。脳汁が出ると思うんですけど、戦闘ですね。今はさすがに新発売されたばっかりのコールオブデューティーが楽しいなって思ってしまってますこれだからエイペックスいつもねプラチナとかダイヤぐらいで止まっちゃってね、固定とかも全然組んだことないんでね、デュオでたまにやったりするぐらいで、ほぼほぼソロなんで気ままにやってるって感じなんですけど、ソロで遊ぶならやっぱコールオブデューティーの方が楽しいかもしれないちょっと思ってます。今だけですけどね、なんか結構コールオブデューティーちょっとやってるとね、すぐにもういいかなってなっちゃうんで、毎年どうせ新しいの出ますからね、ある程度満足したらまた APEX に戻るのかなみたいな感じではあります。はい、これが最後の、シーンですね。コールオブデューティー最後のシーンなんですが、もうねほぼ押し込まれちゃってて、
全然もうね、勝ち目はないなって感じのマッチだったんですけど、スライディングでね、キルしていくのがリニア強い。でここからはね、ストリートファイター6をやってみました。十字キーでやったんで、お皿型のやつではないんですが、コンボトライアルをね、中級あたりから上級まで全部やるっていうのを試してみました。最初はクラシックでね、やって、もうこれ以上は無理ってなったらモダンに切り替えるっていうのでやってみたんですが、さすがにね、十字キーだとかなり指が痛くてですね、上級の2までかなやって上級3から諦めてモダンに切り替えるっていう感じになりました。多分ね、お皿型でやったらもうちょっとね、上級3、4、5もクリアできるのかな。まあ指が痛くならなければクリアできたかもっていう感じですね。まあでもね、全体的にやっぱり全然メンブレンの ABXY ボタンっていうこともあってね、あんまり指が疲れることもなくですね、ストリートファイター6は遊ぶことができました。ただね、まあここに関してはですね、ホリだったかな、そうですね、ホリのファイティングコマンダーオクタっていうね、最強のストリートファイター6用パッドがあるのでですね、あまりね、わざわざナコンでストロークやる人っていうのはいないのかなっていうのはちょっと思います。ね、格ゲーやるならね、ファイティングコマンダーオクタが圧倒的にいいですね、やっぱり。まあ、オクタなら十字キーでもね、上級3、4、5と全部ね、クラシックでクリアすることができますからね。まあでもね、全然、不足ない、コントローラーかなっていうふうに思いました。はい、最後はね、ゲームプレイラストになるんですが、アナログトリガーと振動機能のチェックのためにですね、アセットクルサを遊んできました。まずね、最初に感じたことはアナログトリガーのストロークの深さがすごい深いっていうことですね。ストローク長いです。なのでアクセルとブレーキの操作っていうのがすごい繊細にできて、非常にレースゲームは、遊びやすかったですね。振動機能もね、十分っていう感じでね、素晴らしいとまでは言えないですけど、まあまあ十分以上っていう感じでですね、優れているかなと思いました。とにかくね、アナログトリガーがすごく感触良くてですね、ストロークが長い分ね、素早い操作っていうのはちょっと難しくはなっちゃうんですけど、そこの慣れっていうのはちょっとね、必要でね、やや難しかった感覚っていうのはあるんですが、多分このコントローラーでね、慣れてうまく操作できるようになったらですね、相当速くなれるんじゃないかなっていう感覚がありました。FPS ゲームではね、どうしてもトリガーストップをつけてもちょっとストロークが長いっていうところがデメリットにね、マイナスポイントにはなってたかなって思うんですけど、レーシングゲームではね、このストロークの長さっていうのが逆にすごくね、良かった点かなと思います。今さっきのヘアピンとかめっちゃミスってるし、あんまりねパーフェクトなラップではなかったんですけど、まあまあ速いラップタイムをね出すことができました。あんまりねそんなめちゃくちゃ周回をしたっていう感じでもなかったんですけどね、スティックの方もね全くねリニア化設定で問題なくハンドル操作もできましたね。はい。でタイムの方は1分47秒332っていうタイムでした。はい、ここまでね、ナコンレボリューション5 Pro を見てきましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、全体的にすごく完成度の高いコントローラーだなと思いました。デッドゾーンもね、以前はゼロにできなかったのが、今はね、FPS プロモードっていうことで、ゼロにすることができるようになってですね、しっかり FPS で使っていけるコントローラーになったかなっていうところでね、PlayStation 5でね、Apex やらされる方にはね、すごく、貴重なコントローラーかなって思いますね。背面4ボタンついていて、この背面4ボタンもすごくね、押し心地よくてですね、オムロン製のマイクロスイッチっていうことでね、さすがに高級品を使ってるなって思いましたね。ホールエフェクトスティックっていうところに関してはね、やや癖のある、スティックかなっていうので、ステップ精度もね、結構小さめでね、そういったところっていうのはね、ちょっとね、難しさはあったんですけど、エイムアシストも強く感じられて、強いコントローラーだなっていうのはね、思いました。PlayStation 5で Apex やるならやっぱりこれがベストなのかなっていうね、感覚はありますね。
他のコントローラーだとね、デッドゾーン切れないものとかもね、まだまだある中でね、これは、まあ、デュアルセンスエッジと比べてどっちがいいかって言われたら難しい。すごくね、どっちもいいなっていうぐらいのね、背面4ボタン欲しければ全然こっちでいいんじゃないかって思うようなね、コントローラーだなって思いましたね。はい、それで私はこのモノルっていうね、ウェブサービスの管理人もやっています。今回のナコンレボリューション5 Pro のことに関してもね、いろんな詳しいデータを載せていたりですね、価格についても随時更新しています。口コミも書き込むことができるのでですね、ぜひね、今お持ちのナコンレボリューション5 Pro の、口コミを書いていってくださったら嬉しいです。一つ一つの口コミがものすごく力になりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回の動画はね、以上になります。参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、それで次回の、コントローラーはこのマンバ1ですね。マンバさんの方からね、メールをいただいてですね、提供いただきましたので、まあね、とはいえ、いつもと変わらずですね、遅延を測定したり、レスポンスカーブ測ったりしてね、レビューしていきたいと思います。ただね、ここまでご視聴ありがとうございました。以上、モノルでした。バイバイ。